どうもお疲れ様です。ババログです。先行セールはすでに始まっていますが、本日から Amazon で1年を通して最も安くなるブラックフライデーの本セールが始まりました。いろいろ見てたら欲しかったものがもうびっくりするぐらい安くなっているので、ここぞとばかりに仕事道具や電化製品を中心に買いまくる予定です。今回は普段から Amazon ヘビーユーザーの私が今まで買ってよかったものをまとめてドドンとガジェット YouTuber 的に紹介しようと思いますので、ブラックフライデーのお買い物を参考にしてもらえたら嬉しいです。それではスタート。この番組は Amazon の提供でお送りいたします。まずはじめに前々から欲しかったキッチン用品がブラックフライデーでお安くなっていたので、これを機に思い切ってまとめ買いしました。一つ目はご存知の通り何でも形から入る私なので、使うかどうかは本当に微妙なんですが、なんか丁寧に暮らしている人はだいたい鍋でご飯炊いているので、それを真似したくてストーブを買いました。早速試しにご飯を炊いてみましたけども、ご焦げができて本当に美味しかったです。多分いろんなコツが必要になってくると思うので、無水料理とか Vlog のためにこれから料理をいろいろ勉強して頑張りたいと思います。最高。めっちゃ嬉しい。2つ目は安定の山崎実用のタワーシリーズから隠せる調味料ラック2段を購入しました。ちょこちょこおしゃれな家で紹介されているのを見て気になっていたものの、ちょっと高いなと思っていつも買わずにスルーしてたんですけども、とにかく今はもうキッチンを一掃したい気持ちが抑えられなかったので、ブラックフライデーで安くなったタイミングで思い切って購入しました。あんまり料理はしないものの、コンロ周りに置いていた調味料が油でベタついたり劣化したりするので、コンロ横のスペースにきっちりちょうど入るこのスリムな調味料ラックは優れものです。年末の大掃除にも合わせられたので、ちょうどタイミングが良かったです。じゃあもう一つタワーシリーズで安くなっていたので購入した 2way キッチン家電下引き出し&スライドテーブル。コーヒーとかお茶とか動線的に近くに収納する場所がなくなってきて、レンジの上に置いたりしてるとごちゃごちゃしてきたので、うちのカフェコーナーに違和感なく収納できるものを探していたら、ちょっと前に見つけたこのタワーの家電下引き出しは、写真の使用見本がちょうど持ってるバルミューダのレンジの下に置いてて、むちゃくちゃジャストサイズでした。でもこれもちょっと高いから、もうちょっと安いものでいいものないかなと探してたんですけども、なかなかバルミューダの下にジャストサイズで置けるちょうどいいサイズが見つからないまま現在まで来ていて、もうちょっと安いの他でないか探そうと考える時間も無駄だし、結局見つからず、このタイミングを逃してやっぱ買っとけばよかったって、次安くなるまでの期間イライラしながら過ごすより、服と一緒でもうすぐ快適な生活を送るためにはもう買うしかないと思って、このタイミングで購入しました。それでは今まで Amazon で買って良かったものを紹介していきます。今回のブラックフライデーで安くなっているものもありますので、この機会にぜひチェックしてみてください。まずキッチン関連を紹介していきます。2023年買って良かったものを2位にした9スターのセンサー式ダストボックス50リットルです。これは本当に生活のクオリティがめちゃくちゃ上がるので、センサー式を使ったことない人はぜひとも導入してもらいたいです。通常2万円以上するものが多いセンサー式ゴミ箱の中、1万円ぐらいで買えて、性能もむちゃくちゃいいのでおすすめです。色は白と黒とシルバーで、部屋の雰囲気にも合わせられます。電池は単一の電池2つなんですけども、私も1年半ぐらい使ってますけど、まだ電池交換してないです。このゴミ箱で自動センサーの楽さにはまってしまって、台所の洗剤も自動のセンサーにしました。自動のソースディスペンサーも最近ではシンプルで見た目もおしゃれなのに安いやつがいっぱい出てて、タイプ C の充電式で電池いらずっていうところも便利で気に入っています。9月に買いましたが、まだ1回も充電せずに使えてます。一人暮らしの人にこの時期おすすめなのがモノクロームのグリル鍋です。一人用の 3way のホットプレートで、私は主に一人鍋で使っているんですけども、本当にマジで一人鍋にちょうどいいサイズです。カセットコンロも出さなくてもいいし、火力も十分で、鍋はガスの直火にもかけられるので、早く作りたいときは最初コンロで沸騰させることもできるので、むちゃくちゃ重宝しています。この計量カップはプロテインを飲んでいる全トレーニーにおすすめしたい佐藤金属工業のデイリー計量カップ 90ml です。日本のプロテインに付属しているスプーンって小さくて3倍ぐらいすくわないとダメだと思うんですけども、
これは1回で1杯分のプロテインがすくえる地味にいい仕事をするので、一つ持っておくと便利だと思います。続いて Amazon デバイスを紹介していきます。まず忘れちゃいけないのが、この Amazon の Alexa シリーズは毎回こういうセールごとにかなりお安くなるので、このタイミングでいつもバージョンアップさせるとか追加購入とかをしています。私はリビングにエコーポップ、仕事部屋にエコーショー5、寝室に一番新しいエコーショットを一つずつ置いています。もちろんテレビには Fire Stick を挿して YouTube や TVer、プライムビデオなどを見ています。そしてAlexaに連動させているスイッチボットシリーズはうちでは大活躍してくれています。最近導入したスマートロックの指紋認証パッドはもう便利すぎます。家の鍵を持っていなくても指紋とパスワードとカードのどれかがあればホテルみたいな感じで家の鍵を開けることができて、冬は指がカサカサになって指紋が弱くて認証できなくてもパスワードで開けることもできるので、締め出される心配もありません。スイッチボットは専用のアプリで操作をできますが、Alexa と連動させると声での遠隔操作ができるので、特にスイッチボットのスイッチボタンは部屋の電気を結構つけっぱなしにしちゃうことが多いので、電気を消したりつけたりする手間を省くために家中の電気ボタンにはほとんどつけています。自分の家に入るときは指紋認証パッドで鍵がなくても入れるようになりましたが、マンションのオートロックに関しては鍵が必要なので、これもどうにかしたくてスイッチボタンで鍵がなくてもマンションのオートロックを解錠するシステムも構築させました。マンションのオートロックはまずインターホンが鳴って初めて部屋から解錠ボタンが押せるので、まずマンションの外から自分の部屋番号を押して呼び出します。そこから Alexa アプリのオートロック用のスイッチボタンを押して解錠します。結構操作が多くてめんどくさいので、オートロックは鍵で開けた方が早いんですが、鍵をなくしたり忘れて出てしまった時の緊急時にはやっててよかったって思う天才的なシステムです。スイッチボタンの他にスマートプラグで間接照明の電気をまとめてつけたりと、いろいろ便利なスイッチボットですが、これをまとめるためにスイッチボットのハブが必要になっていきます。ハブがあればスイッチボットのデバイス以外の家中のリモコンを登録して、さらに Alexa で声の操作もできるので、もう私も家でずっと一人で喋ってます。続いて私の愛用している便利なガジェット系を紹介していきます。まずガジェット好きなら本当におすすめなのが、一つ持っておくと便利なローリングスクエアインチャージ6ポータブルキーホルダー充電ケーブルです。これ1本でタイプ A、タイプ C、ライトニングの端子が双方についていて、充電元の端子を組み合わせて充電できる本当に優れものの充電ケーブルです。しかも磁石でコンパクトにキーホルダーにつけられて全然荷物にならず、毎回忘れずに持っていけるし、パソコンを持ってるけど iPhone の充電ができないって時とか、充電できそうだけど端子が違ったとか、そういう時どんな端子でも対応できるので、ピンチの時は毎回助かっています。私はこのローリングスクエアのタイプを買いましたが、 Amazon おすすめでもうちょっと安いやつもあるみたいなので、よかったらこちらもチェックしてみてください。韓国のパッキング動画でおすすめした CIO NovaWave 3way ワイヤレス充電器、 iPhone と Apple Watch スタンドにもなるコンパクトな充電器です。私は旅行用に使ってますが、自宅でも十分使えるので iPhone と Apple Watch を同時に充電したい人はおすすめです。私が自宅で充電に使っているのはベルキンの 2in1 マグセーフ充電器です。なんせ形がコロンとしてて色も可愛いので 3in1 タイプを持ってたんですけども、今の部屋に合わせたくて前回のプライムデーでかなり安くなってたので我慢できずに購入しました。移動中やカフェで Mac を開いて仕事をするときに欠かせないのがこちらの覗き見防止のプライバシーフィルターです。編集中とか結構恥ずかしくて見られたら困る内容のものとかあるので、飛行機とかかなり密接に隣にいる人から見ても画面真っ黒で何も見えなくなるくらい完全にシャットアウトしてくれます。 MacBook Pro が13インチから14インチになったので別のやつをちょっと買ってみたんですが、13インチの時に使ってたこちらの方がマグネットがしっかりしてて、フィルターも画面にピタッと貼り付いて浮かず黒の濃度も濃かったので、結局こちらの方を買い直しました。ガジェット系 YouTuber たちがこぞって使っているのがこちらのエレコムのクリーニングクロスです。一撃で綺麗になるのでメガネを拭いたりいろいろ使えるので1枚あると便利です。
まだまだ紹介したいんですが、ちょっとお時間なので最後に前回紹介した電動自転車につけるカゴを紹介して終わりにしたいと思います。かっこいい自転車は欲しいけど、だいたいカゴがついてなくて、ここが懸念点となって候補から外れるっていう人が多いと思いますが、 Amazon に簡易的なカゴ、むちゃくちゃ安いやつがむっちゃ売ってます。ハンドルに引っ掛けるだけで取り外しもできて、さらに折りたたみもできる優れものになってます。とりあえず安いやつで賄って、後でちょっとかっこいいカゴをつけたいと思ってましたが、結局これで十分だったりしているので、このまま使っていきそうです。以上、私が Amazon で買ってよかったものの紹介でした。今回紹介したアイテムや紹介しきれなかったものは Amazon のストアフロントという機能があって、私もそのストアフロントのページを作れることになったので、これからどんどん分かりやすくまとめていきたいと思います。概要欄にリンクを載せておくので、気になるものがあったらセールでお得になっているブラックフライデーのタイミングでこちらから購入してくれたら嬉しいです。私が今回のブラックフライデーで買う予定にしているのは、9年使っているテレビが画面真っ黒でラジオ状態に頻繁になるようになってきたので、もう絶対に買う予定にしています。今まで電気屋さんで買ってそのまま設置回収してもらってたので、 Amazon で買った場合古いテレビの処分ってどうするんだろうと調べてみたら、このブラックフライデーの期間中、なんと家電家具の設置回収サービス料金が全て1円になるみたいなので、一気に悩みが吹っ飛び購買意欲が出てきました。ブラックフライデーは12月6日までなので、買うか悩んでたものが安くなっていたら我慢せずに思い切って買って、生活のクオリティを上げてストレスなく生きていきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。